人混みの中にいるのになぜか心が満たされない。SNS で友人の楽しそうな投稿を見て焦りを感じていないか。一人でいることへの恐怖から無意味な予定を詰め込んではいないか。その尽きることのない寂しさ、本当の正体を知りたくはないか。結論から言おう。君が感じているのは一人であることの苦しみではない。自ら作り出した孤立という名の牢獄に囚われているだけなのだ。だが案ずるな。この動画ではブッダが説く一人と孤立の決定的な違いを解き明かし、君がその恐怖を最高の力へと変える知恵を授けよう。まず君がなぜ孤立していると感じるのか、そのメカニズムを解き明かそう。現代は常に誰かとつながっていなければならないという強迫観念に満ちている。SNS を開けば他人の人生のハイライトばかりが目に飛び込んでくる。結婚、昇進、旅行、きらびやかな断片だけを見て自分の日常と比べてしまう。自分だけが取り残されているという感覚。これこそが君を蝕む孤立感の正体だ。だが仏教の視点から見ればその苦しみは必然なのだ。なぜなら君は他者という外部に自分の価値を委ねてしまっているからだ。仏教ではこの苦しみの根源を愛欲と説く。仁義愛惑不能者情欲。人々は愛情に惑わされ尽きることのない欲望を捨てられないという意味だ。他人から認められたい、愛されたいという欲望。それが満たされないとき、君は孤立という闇に突き落とされる。これは他人に依存した非常に脆い心の状態だ。さらに言えば君は3つの毒に心を蝕まれている。一つは貪欲。他人を羨み自分もそうなりたいと求める心だ。二つは真意。思い通りにならない現実への怒りや嫉妬。三つは愚痴。物事の真理を知らない無知のこと。この三毒が君の心の中で孤立という幻影を増幅させているのだ。つまり君を苦しめているのは周りの環境ではない。君自身の心の在り方なのだ。ではどうすればこの孤立という牢獄から抜け出せるのか。その鍵こそが一人になることの本当の意味を知ることだ。仏教において一人の時間は苦痛ではなくむしろ聖なる時間なのだ。それは自分自身と深く向き合うための何より尊い機会だからだ。多くの者は愚かな仲間と群れることで安心感を得ようとする。だがそれは真の安らぎではない。法華経にはこうある。寧読主善、不欲無快。愚かな者と行動を共にするくらいなら一人で良い行いをする方がはるかに良いという意味だ。小遊本でも寧読行以前、不欲無医療と説かれている。なぜなら他者との無意味な関わりは君の心を乱し本来の輝きをこもらせるからだ。一人の時間こそその曇りを取り払い心を磨くための時間なのだ。考えてもみよ。偉大な悟りを開いた者たちは皆一人の時間を深く愛した。私も菩提樹のもとたった一人で瞑想し宇宙の真理を悟ったのだ。一人になることは何かが欠けている状態ではない。むしろ自分自身で満たされる完璧な状態なのだ。そしてこの一人の力を知るための究極の教えが自灯明、法灯明だ。自分自身をとも知りとし、よりどころとせよ。私が説いた法をとも知りとし、よりどころとせよ。これは私が入滅する直前に弟子たちに残した最も重要な遺言だ。他人に、社会に、時代の価値観に君の幸福を委ねてはならない。君自身の内にこそ揺るぐことのない光がある。一人の時間はその内なる光を見出すための最高の修行なのだ。ここで孤立と一人の違いを明確にしておこう。この二つは似て非なるもの。天と地ほどの差がある。まず孤立とは何か。それは心が外を向いている状態だ。誰かが見てくれないか、誰かが必要としてくれないかと常に他者からの評価を求めている。心の根底にあるのは欠乏感と恐怖だ。他者によって埋められなければ自分は不完全だと思い込んでいる。その結果、心が他人に縛られ苦しみの輪廻から抜け出せない。では次に一人とは何か。それは心が内を向いている状態だ。自分は何を感じているのか、自分の本当の願いは何かと自己の内面を探求している。心の根底にあるのは充実感と栄音だ。自分自身で満たされているため他者を必要上に求めない。その結果、心が自由になり知恵と成長への道を歩むことができる。まとめよう。孤立とは他者への依存が生む苦しみの状態。一人とは自己との対話が生む成長の機会なのだ。君が目指すべきは人とのつながりを断つことではない。孤立という心の病から抜け出し、一人の時間を力に変える強さを持つことだ。
では、具体的にどうすれば孤立から脱し、一人の力を育てられるのか。3つの実践的な知恵を授けよう。誰にでも今日から始められることだ。1つ目、自分の心をただ観察すること。これは少年、すなわちマインドフルネスの主義用だ。寂しさを感じたとき、すぐにスマホを手に取ったり、誰かに連絡したりするのをやめてみる。そして、ただ静かに座り、その感情を観察するのだ。ああ、今、私は寂しいと感じているな、と。その感情を否定も肯定もせず、ただ嵐が過ぎ去るのを待つように眺める。すると、感情は実体のない、ただの心の作用に過ぎないことがわかるだろう。これが感情の奴隷から抜け出す第一歩だ。2つ目、悪しき友と離れ、良き書物に親しむこと。君の周りに愚痴や不満、他人への嫉妬ばかりを口にする者はいないか。そうした者との時間は、君の心を確実に蝕んでいく。不要向かい、愚かな者とは距離を置く勇気を持つのだ。そして空いた時間で賢者の言葉に触れるのだ。書物を通じて時空を超えた賢者たちと対話する。それは何より質の高い一人の時間となるだろう。3つ目、小さなできたを積み重ねること。孤立感は自己肯定感の低さから生まれることが多い。自分に自信がないから他人の評価に依存してしまうのだ。だからこそ一人で何かを成し遂げる経験が重要になる。大それたことでなくていい。一人で映画を見に行った。一人で新しいカフェに入った。部屋を徹底的に掃除した。どんなに小さなことでも自分で決めて一人で実行する。その一つ一つが自分は一人でも大丈夫だという自信の種になる。この3つの知恵を実践すれば君はもう孤独を恐れることはない。一人の時間は君を成長させる最高の味方となるだろう。一人の力を身につけたとき君の世界はどう変わるのだろうか。意外に思うかもしれぬが、実は他者との本当のつながりが始まるのだ。これまで君が求めていたつながりは取引のようなものだった。私がこれだけ尽くすのだからあなたも私を認めてくれという見返りを求める心。それは自分の心の穴を他人に埋めてもらおうとする依存の関係だ。しかし一人で立つことを知った君はもう心の穴を他人に求める必要がない。自分自身が満たされているからだ。満たされた心からは自然と他者への慈悲の心が湧き上がってくる。慈とは他者の幸福を願う心。悲とは他者の苦しみを取り除きたいと願う心だ。これは見返りを一切求めない無償の愛だ。自分の心が満たされているからこそ惜しみなく他者に与えることができる。これこそが仏教で説く不正の精神の極致なのだ。一人でいることを恐れなくなった君は初めて純粋な心で他者と関わることができる。相手を支配しようとも依存しようとも思わない。ただそこにある相手の存在を尊重し慈しむことができるのだ。孤独の恐怖を乗り越えた先には静かで温かくそして揺るぎない本物のつながりが待っている。それこそが君が本当に探し求めていた安らぎなのだ。さてまとめに入ろう。君を苦しめていた孤独感の正体は他者に依存する心が生み出す孤立という病だ。それに対し自らと向き合う一人の時間は君を成長させる聖なる時間である。この違いを理解し心を外から内へ向けるのだ。実践すべき知恵は3つ。1つ、自分の心をただ観察せよ。2つ、付き合う人や情報を選び賢者の言葉に触れよ。3つ、一人でできる小さな成功体験を積み重ね自信を育てよ。一人の力を得たとき君は初めて見返りを求めない本当のつながりを知るだろう。君は一人ではない。宇宙の万物が君と共にある。そして何より君自身が君の生涯における最高の伴侶なのだ。まずは明日1日5分でよい。すべての電子機器から離れ静かに座り自分の呼吸にだけ意識を向けてみよう。そこから君の新しい道が始まる。健闘を祈る。